こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。10代、天塚圭さんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。天塚圭と申します。現在、中学3年生の受験生です。いつも動画楽しませていただいております。本題に入りますと、今回、人気クリエイターとしてご活躍なさっている斉藤直樹先生にご質問したく、ご連絡させていただきました。まず私、中学生で、最近絵の上手い若い子が周りにたくさんいて、これからはイラストレーター等の職はもっと狭き門になっていくかと思います。そんな中で私は高校には行かず、高等部のある専門学校にもう進んでしまうという選択肢もありなのではないかと思いました。大事な人生のターニングポイントになると思いまして、いろいろなものを調べ尽くしました。ですが、知りたいと思ったことでも、現在のご活躍なさっているクリエイターさんに直接質問ができる機会等はなかなか得られず、結局分からずじまいのことが多いのです。そこで担当直入にお聞きします。今、そしてこれからクリエイターとして生き残っていくにはどのようなものが大切になっていくと斉藤直樹先生はお考えになりますか？最近は AI イラスト等も出てきて表現という大枠自体が侵されていっているようにも思います。凄まじいように進んでいくこの世の中で若いクリエイターたちが生き残っていくためにはどのようなものが求められているのか、できなくてはいけないのかなどご伝授いただけたら幸いです。長文失礼しました。まだ未熟者なので拙い部分があると思います。ご了承いただけたらと思います。ご意見どうぞよろしくお願いします。とのことです。天塚圭さん、ご質問ありがとうございます。未熟者っていうことなんですけどね、中学3年生にして、ものすごくしっかりした文章が書けていますし、質問の内容も明確で、きっとね、自分自身でものすごく考えたんだろうなっていうのが伝わってきました。その点はね、心配しなくても大丈夫です。でね、天塚圭さんが感じている、これからのイラストレーターは、ますます狭き門になっていくのではないか、という不安について、もう早速結論言っちゃいます。これはちょっとですね、衝撃的な答えになってしまうかもしれないので、心の準備をして聞いてほしいです。いいですか？言いますよ。これからの時代、イラストレーターという職業は消えます。いや、消えるっていうのはさすがに言い過ぎかもしれませんね。でもかなり数が減ったり、あるいは目立つ立場ではなくなっていくと思います。っていうか斉藤さん自身がイラストレーターでしょ？自分自身がイラストレーターなのに消えるって、あんたプライドないのかよなんて思う人がいるかもしれませんが、いやいや、落ち着いて聞いてください。今言ったことにはちゃんとした理由がありますし、それにね、消えるからといって、じゃあ全部を諦めようなんていうつもりはないんです。というか、今までよりももっとワクワクする未来が待っていると僕は思うんですね。この動画を見ていただければ、なぜ僕がイラストレーターは消えてしまうと思っているのかを知っていただけて、じゃあ今から絵師、イラストレーターを目指している人、絵が好きな人はどうすれば活躍できるようになるのか、未来への一歩のヒントにしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。うまさの価値は下がってしまった。まず僕が天塚圭さんに最初にお伝えしたいのは、専門学校に行くのも普通高校に行くのも、それともその他の選択肢を取るのも、どれもねありだとは思うんですが、一個だけ意識しておいた方がいいことがあります。それは技術を上げるという方向性ではなく、ここなら楽しい経験や独自の体験ができるかもしれないなという経験そのものを増やす方向に進むのがいいんじゃないかってことです。これ逆に言えば、ここに行けば効率的に必要な技術を身につけることができるだろうっていう判断基準では進路は選ばない方がいいだろうなってことです。どうです？結構ね、そういう判断基準で選んでいる人って多くないですか？進路を選ぶときに技術を効率的に学べるからって視点で決めている人少なくないと思うんですね。少なくとも今まではそれはそれでありだったのかもしれませんが、これからはね、その判断基準は自分自身の道を狭めかねないと僕は思います。なぜそのようなことを言うかというと、僕はここ数年で絵が上手いということの価値が下がってきていると思うからです。僕はですね、先日ピクシブ高校生イラコン2023の審査員を務めさせていただきました。毎年ですね、高校生イラコンの感想では、これは高校生が書いたとは思えない、うますぎるなんて感想がね、審査員から多く出てきます。そして実際ね、毎年技術的に優れていてめっちゃ上手い作品に賞が贈られているっていう印象がありました。ただですね、2023年今年はちょっと印象が変わっていたように思うんです。実際審査していて僕自身、なんか空気変わったなってめちゃくちゃ感じましたね。僕がこの審査会で感じたこと、それがまさにうまさの価値が下がった
っていう感覚です。具体的に言うと、2021年、2022年あたりまでは流行りの絵柄をうまく取り入れて、その上で美しいビジュアルを作り上げようとするエネルギーに溢れた作品が多かったように思うんですが、2023年に入ってそういうなんて言うんだろう、分析的なアプローチっていうのかな、そういうものよりも作者のね、内面から滲み出てきたようなオリジナリティに溢れた作品がぐんと増えたように感じたんです。これはね、受賞した作品もそうでない作品についてもです。そしてですね、何よりも僕が驚いたのが、作品を書いた側の変化もそうなんですが、作品を見る側、つまり審査員の雰囲気の変化です。今年のね、審査員の賞の選び方としてすごく印象に残った言葉がありました。それは、このイラストはすごく上手くて、僕が選ばなくても賞には絶対選ばれるだろうから、自分はまだ技術的には拙いんだけど、素直に感動できた作品に賞を贈りたいといった言葉です。全員が全員ね、そういう基準で賞を選んだわけじゃないんですが、作品を作る側だけではなく、作品を見る側もオリジナリティっていう点について、特に審査の重きを置いていたのがすごく印象的でした。じゃあね、そのオリジナリティってどこから来るのかっていうと、それはやっぱり経験でしかないと思うんですね。その人がどう生きて、どう感じてきたのか、それそのものだと思うんですよ。どうやったら効率的に技術を習得できるのかではなく、自分が心から、これやりたい、これワクワクする、これに熱中できそう、そう思える方向にまずは進んでいくのが大事だと思います。イラストレーターは消える。さて、質問の中で天塚圭さんはおっしゃっています。最近絵が上手い若い子が周りにたくさんいて、これからはイラストレーター等の職はもっと狭き門になっていくかと思います。と、この予想はですね、ものすごく当たっていると思います。それは天塚圭さんがおっしゃっている通り、上手い子がたくさん出てきていることに加えて、そもそもイラストレーター自体が飽和してきているからだと思いますね。天塚さんはソシャゲバブルという言葉を聞いたことがあるかは分かりませんが、今から10年前ぐらいから数年間にわたって、とにかくスマホゲームを出せばガチャがバンバン回って利益が出ていた時代がありました。で、ガチャをリリースするには新たなね、キャラクターイラストが必要ですから、そのためにイラストレーター需要がものすごく高まって、そこでイラストレーターの数が一気に増えたということがあったんです。でね、これは世の中の原理原則ですが、人や物って希少であれば希少であるほど価値は高まります。で、逆にたくさんいればたくさんいるだけ価値は低くなりますよね。でね、ソシャゲバブルが起きるまではイラストレーターってね、そこまで多くなかったので、すごく希少な存在として価値が高まっていたんですが、バブル以降イラストレーターという職種自体が多くなってかなりメジャーなものになってしまったので、その結果ですね、イラストレーターの希少性自体は失われてしまったんです。皆さんね、仮に今身の回りの人がイラストレーターやってますって言っていたとしても、そんなに驚かないでしょ。で、そういった絵師の人口増加に加えて、ソシャゲバブル自体もここ数年で終わったと言われています。今までね、ガンガン発注があったソーシャルゲーム絡みの仕事がパタッとなくなってしまったんです。需要が減って、そしてイラストレーター自体の人口は増えている。これだけでもかなりきつい状況っていうのがわかりますよね。もちろんね、新たな需要っていうのもたくさん出てきているとは思います。VTuber 絡みの案件だったり、あとはコミカライズ、特に縦読み漫画に関する仕事は増えているみたいですね。そういった新たな市場、新たな需要があったとしても、イラストレーターにとってきつい状況っていうのがもう一個あります。はい、それが生成 AI の発達ですね。これを見ている皆さんは、もう目で見て、肌で感じて分かっていると思いますが、AI によってうまい絵自体は簡単に作れてしまうっていうね、現状があります。これはね、いいのか悪いのかは一旦置いといて、もうそういう状況がありますよね。もちろん AI に対する受け手側の反応を見てみると、まだまだね、AI を作る絵を手放しでは受け入れられないっていう人がたくさんいるように思うので、少なくともね、AI が作るイラストをそのまま受け入れる世の中がすぐに来るのかっていうと、そうじゃないとは思うんですけど、でもね、それも使い方次第かなっていうふうに
に思うんです。例えば、ついこの前、週刊少年チャンピオンで AI で生成した漫画、ブラックジャックが掲載されて話題になりました。これはですね、AI がお話を考えて、それを人間が小回り、ペン入れするっていうやり方で作られた漫画だったんですが、お話についてはね、全体的には結構不評みたいだったんですが、でもね、AI を使ったっていうこと自体に対する反発は、その点ではね、もっとやいの言われるんじゃないかなっていう風に僕は思っていたんですが、でもそこに関しては僕が思ったよりもなかったように思ったんです。AI の使い方はバランスの問題のように感じます。全部を AI に置き換えたものは受け入れられないけど、あくまで一部のサポート機能として使うなら受け入れることができる。そんな風に僕は感じました。そうなると AI をサポート機能として使えて、受け手側も納得感のある落としどころが見つかったら、もうゼロから絵を作り上げる必要がなくなるので、技術的にものすごく卓越している人じゃなくても作画をこなせる人が今よりももっともっと増えちゃうことになります。そうなるとイラストレーターはさらにね、希少性が低くなっちゃいますよね。イラストレーターという職業は完全に消えないまでも、夢を持って目指していけるような職種では少なくともなくなる、そういう可能性が高いように思うんですね。クリエイターになろう。はい。ここまで聞いた皆さんは、もしかしたら絶望的な気持ちになったかもしれません。なんだよ、全然夢ねえじゃねえか。そんな世界目指したくねえよって。はい。その気持ちはよくわかります。ですが、ここについては、はっきりと否定しておきましょう。それ、完全に間違ってますよ。いいですか？希少性がなくなってしまったんだとしたらですね、希少性を上げていけばいいだけの話なんですよ。例えばですね、わかりやすい例で言うと、夏目さんちっていう YouTube の有名なチャンネルがありますよね。僕がね、夏目さんちのチャンネルを見たときに、うわ、ものすごい新しいタイプのイラストレーター出てきたってめっちゃ感動しましたし、古いタイプのイラストレーターだった僕は同時に、うわ、やっべえってものすごい危機感を覚えました。このままだと俺いなくなる。夏目さんちはですね、もう希少性の塊出てきてます。やばいですよ。まずね、なんといってもイラストレーターってそれまでは基本的に受注仕事だったんです。ある会社が企画を作って、でその企画に沿って商品が作られて、でその商品に必要な絵をつけるためにイラストレーターに発注する。ここでね、イラストレーターが必要になるわけなんですけど、夏目さんちはね、もうそんなの関係ありません。自分たちで企画を作って、それを YouTube で楽しいバラエティ番組に仕立てて、これがね、商品ですよね。でその自分たちの企画に必要な絵も自分たちで描いちゃうんですよ。もう自分自身で需要を作り出しちゃうイラストレーター。これはね、もう希少性でしかありません。しかも描くのはほとんどアナログイラストです。デジタル全盛のね、この世の中にあって、あくまでもね、アナログイラストにこだわって描くわけなんですよ。ここにもものすごく希少性生まれるでしょ。そんでなおかつ夫婦揃って顔出して動画に出るイラストレーターなんて僕ちょっと他に知りませんから、これも希少性。そして2人とも話が面白いんだ。はい、希少性。チャンネル登録者100万人以上。はい、希少性。あろうことかもらった盾全部に落書きしている。はい、希少性。スタッフめっちゃたくさん雇っている。はい、希少性。もうね、希少性積み上げすぎててやばいんです。まあね、ここまで皆さんに希少性をいきなり積み上げろとは言いません。この人たちはね、もう異常ですから。でもね、ただのイラストレーターとして請負仕事だけを待っているような、そういうね、今までのスタイルでは立ち行かなくなるっていうのは伝わったと思います。じゃあその希少性を上げるにはどうすればいいのかというと、僕は主に次の3つのどれか1つでもできるようになることを意識するのが大事だなというふうに思っています。1つ目、魅力的な画面が作れるようになる。2つ目、魅力的な企画ができるようになる。そして3つ目、魅力的な人間になるです。一つ目はね、今までのイラストレーターの延長線上のことなので、比較的わかりやすいと思います。魅力的な画面が作れるようになる。これはどういうことなのかというと、頼まれた絵をうまく描けるだけじゃなく、こんな風にしたらもっと魅力的な画面作りができるというのをきちっと理屈で理解して、ディレクションできるようになろう。
っていうこと。ディレクション、つまり演出や方向付けができるようになれば、絵をただただ受注する側ではなく、発注もできるようになります。ほら、それってめっちゃ希少性上がるでしょ。僕はね、前々からその必要性を感じているので、絵の添削動画シリーズ、気まぐれ添削では、絵のね、技術的な部分を指摘するのではなくて、絵作りそのものの指摘や、そこを修正することによって、見ている人がどんな捉え方をするようになるのか、つまり演出的な部分に着目して添削、解説を加えるようにしています。もうそうじゃないとね、これからの世の中においては、絵を仕事にすること自体がかなり厳しくなっていくと感じていたからです。そして2つ目、魅力的な企画ができるようになるについては、さっきも触れましたが、絵の需要自体がソシャゲバブルの崩壊によって激減しました。ただね、そんなことはソシャゲバブルがあろうがなかろうが変わらないことです。また別の需要が生まれたとしても、例えば VTuber バブルが起ころうが、縦読み漫画バブルが起ころうが、それも結局自分自身でコントロールできるわけじゃありませんよね。大きな波にね、乗ること自体は悪いことじゃないんですが、それはそれとして自分自身でね、需要を発生させる力があれば、もう関係ありません。そのためには、どんなことをしたらみんなが楽しんでくれるのか、喜んでくれるのか、人が集まってくれるのかを日頃から考えて、自分自身で企画を生み出せるようになることが最強です。さっき例に出した夏目さんちは、それがね、コンスタントにできちゃうから最強なんです。絵が上手いからっていうのももちろんあるんですが、むしろ大事なのは企画力。ここなんです。そして最後、3つ目、魅力的な人間になるですね。希少性を高めるには、これができたら最強です。魅力的な人間なんて、なろうとしてすぐになれるわけじゃないので、ここについてはね、もう長い目で見るしかないですけどね、これもね、夏目さんちすごいんですよ。特に僕がすごいなって思うのが、僕はですね、自分が男だからそう思うのかもしれませんが、特にね、源さんがやばいやつだと思うんですよ。いやね、男の子って、どうしても俺がって、我先に目立ちたくなっちゃうものなんですね。でもね、夏目さんちって、夫婦がいいバランスで、というかもうなんならさやさんの方が、面白キャラっぽい立ち位置として目立っていると思うんですね。サムネもね、さやさんの方が圧倒的に多いですからね。これってね、もちろんさやさんが単純に面白い人っていうのももちろんあるんですが、僕はね、源さんがそうなるように仕向けている、仕掛けていると思うんですよ。自分がガンガン前に出るよりも、さやさんを前に出して、さやさんの楽しさを引き出すように、自分はどんどんツッコミを入れていこうっていう、源さんのね、元々の優しさとか人間性がありつつ、それを客観的に捉えて作戦を立てられるクレバーさ、この全部をひっくるめてね、源さんってめちゃくちゃ魅力的な人だなって思うんですよね。だから夏目さんちのチャンネルって、もう絵が上手いとかそういうのを飛び越えて、見ててみんなが楽しめると思うんですよ。今言ったようにね、僕は今回イラストレーターっていうのは消えるかもよって言いましたが、じゃあ絵を描くこと自体、絵を上達すること自体が全部無駄になっちゃうかっていうと、僕はね、全然そうじゃないと思います。言わずもがな、趣味でね、絵を描く楽しさはどんな状況になろうと変わりませんし、絵を仕事にするとしてもね、どんな形で仕事になるかは、その時代によって変わるかもしれませんが、アイディア次第でどうにでもなると僕は思っています。ただ、もし質問者の天塚圭さんをはじめ、この動画を見ている方が絵を仕事にしようとした場合、今までのように仕事がどっかから降ってくると、待ちの姿勢のですね、いわゆるイラストレーターになろうとするのは、僕はね、これからの時代は結構きつくなっていくと思うんです。そうではなく、自分で絵作りをコントロールできるディレクション能力を身につけたり、あるいはみんなが楽しんでくれる企画力を身につけたり、でね、もう最終的には自分自身が魅力的な人間になって、人をどんどん引きつけることができるような、そういうね、イラストレーターという限定的な枠組みではなく、クリエイターになることこそ、これからの時代、創作を通じて生きていくには大事な考え方だと僕は思います。天塚圭さん、おそらくね、中学3年生で色々と進路に迷う時期だと思いますが、諦めないで応援しています。はい。ということでいかがだったでしょうか。今回は進路の相談に答えつつ、これからの絵描きの未来について予想しつつ語ってみました。多分これについてもね、答えは一つだけじゃないと思うので、もし自分はこう思うっていうことがあったら、コメント欄にね、いろいろ書き込んでみてください。皆さんのヒントになると思います。また今回僕は、絵の技術を上げることよりも、絵作りが大事なんだよってお伝えしましたが、
絵作りって抽象的に言われてもよくわかんないなっていう疑問もあると思います。そんな時にはこちらの動画、気まぐれ添削特別会、楽しいイラストに仕上げるためのコツとはをご覧ください。この回ではですね、いろいろな要素がふんだんに盛り込まれているイラストをさらにわかりやすく、ストーリーが伝わる絵にするにはどういう絵作りが必要なのかという部分に着目しながら、まさにディレクションした回になっております。興味がある方はぜひこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。